2時間目は外国人留学生のための就職活動講座面接編。始まりました。じゃあ皆さん、この面接編ではですね、外国人留学生が、日本の就職活動面接で難しいと思っている方や、日本企業の、人事担当者がここは大切だと思っているポイントなどについて、実際の面接の場面を、再現しながら楽しく分かりやすく一緒に勉強していきたいと思います。では面接のことについてなんですけど、皆さん外国人留学生の皆さん、日本の就職活動の面接でなんか分からないなと思ったことや変だなと思ったことなんかありますか？はいゆうさん。全部が変です。例えばお辞儀、日本にはさまざまな、スタイルのお辞儀がありますよね、あれは一体どれが正解なのかもうわからないです、あと挨拶の言葉もいろいろありすぎて僕ら外国人にはよくわからないです。確かにややこしいですね。でもそれはじゃあ後の動画で説明しますね。他には芦田さん、なんでみんなお葬式みたいな格好で就職活動をしているの？暗い気持ちになっちゃうよ。みんな同じに見えるし楽しくないよ。そうですよね。リクルートスーツですよね。わかる。リクルートスーツは外国人の留学生の方にはなんか日本らしいとか、どうしてあれ着てるかちょっと分かりにくいみたいなところありますよね。でも意味があるんです。でそれは、学生にとっての意味と企業にとっての意味2つあるんですね。でまず学生にとっての意味なんですけれども、まずは、みんなが同じような服を着ている、同じような服を着てるから安心感がある。で安心感があって、私就職活動の服として間違ってないなーって安心できるということが一つ。それからもう一つ、学生にとっては、スーツを着ることによって普通の勉強とか生活のモードから就活にスイッチ、よし今から就活するぞっていうスイッチを押せるという、その2つの意味があります。でもう一つは、企業の方なんですけれども、こちらにとってはちゃんとマナー、身だしなみ、ちゃんとマナーに従ってこられているかなっていうことを知りたいというものだと思ってください。ただ、業界とかその会社の会社のキャラクターによって、リクルートスーツをちゃんと着た方がいい会社と、プライベートな服で来てくださいという企業もあるんですけれども、何でもいいというわけじゃなくて、その場所、面接の場所にふさわしいような服を着ていくということが重要なんです。みんなと同じ服着ることが安心できるって感覚不思議。そうだね、その感覚は日本人特別なユニークな感覚かもしれないね。他にはじゃあ、ゴエンさんどう？はい、私は礼儀正しいと言われている日本人の面接でどうしたら礼儀正しいのか、どうしたら礼儀正しくないのか、あと難しい質問にどう答えたらいいのか知りたいです。ゴエンさんありがとうございます。そうなんですよね。まさに、それらのことを、これから就活をする外国人留学生の皆さんにお伝えしたいと思っていました。お疲れ様でーす。コンソ大学コンソ学部から来た劉玄徳です。よろしくお願いしまーす。お疲れ様でーす。ちょっと待って、リュウさん。今のリュウさんの行動には、ポイントが4つあります。まず1つ、ノックです。
ノックは軽く3回コンコンコンですか、はい、ノックは3回で、ノックの後で面接官がお入りくださいと言います。それを聞いた後で失礼いたしますと言ってからドアを開けます。そして少し入ってお辞儀をします。お辞儀はこうです。ポイントは頭、背筋、腰が一直線、そして角度は45度ぐらい、こうですね。 OK ですか。コンソ大学コンソ学部から来たルエイドです。はい、ストよろしくお願いしップ。で、その時に、出しながら話さない。出しながら話さない。それから、名前ははっきり、例えばコンソ大学コンソ学部劉玄徳です。よろしくお願いいたします。はい、はい、という。それからよろしくお願いしますをやめて、はい、上は上げずによろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、そして書類を渡すときは片手ではなくて両手で渡します。はい。両手で渡す。で、最後に、お座りくださいと言われた後で座ってください。はい。お入りください。失礼いたします。コンソ大学コンソ学部から来た劉玄徳です。よろしくお願いします。お座りください。失礼いたします。いかがでしたか。入室から自己紹介までは皆さん、外国人留学生の皆さんが一番緊張するところだと思います。でもそのところが、上手にできたら面接官にとって、あ、この留学生やるな、いいんじゃないのっていうふうに思ってもらえる、とても重要なチャンスになりますので、いい印象を与えることが大切ですね。では次は、面接会場で実際に起きた例を、見ながら、皆さんと一緒に見ながら、外国人留学生にとって大切なポイント、テクニックを紹介していきます。では次の動画を見てください。はい、では午後からグループディスカッションを行いますので、1時に向かいの部屋に集合してください。では解散。7時に向かいという部屋に集合。それにしても今が12時で次が7時ってえらい遅い時間から始めるんだな。まあいいや、その辺で美味しいものを食べて時間潰してまた戻ってこよう。実は前からこの町観光したいと思っていた。でもなんで他の学生はこの建物から出てこないんだろう。みんな何して時間を潰すんだろう。ちょっと気になるけど、まあいいか。すいません。7時に向かいの部屋というところで開催されるグループディスカッションに参加する劉です。グループディスカッションですか？はい。グループディスカッションは今日のお昼の1時に皆様が採用試験をされた部屋の向かいの部屋、前の部屋でもう実施して終わっておりますが。7時ではなく1時だったのか。向かいの部屋というのは表にある部屋にあることだったのか。なんであの時他の学生が出ていかなかったのか、あの時確認しておけば。いかがでしたか。採用面接のチャンスは何度もあるわけではありません。ですからチャンスを確実にものにするには曖昧なことはしっかり確認するといいですよね。そしてこの確認の仕方に重要なポイントがあります。例えば今回のケースだと、すいません、何時にどこの部屋に行ったらいいですかと尋ねるよりも、確認ですが7時に向かいの部屋に行くということですね。と、たとえ
自分の聞き違いであっても自分はしっかり聞いて自分なりに理解しようとしていることを相手にアピールすることがポイントです。せーの、どうもスイス人の妻シラちゃんと夫婦でコンビを組んでます。コンビ名はプランプネです。よろしくおよろ願いししくお願いしまます。そうだシラちゃん、空気を読む、どういうことかわかりますか？す。もちろんわかるわ、これ。それ空気を読むじゃなくて空気を飲む。空気飲んじゃってるでしょあ、そうか。ねえ、うん。ねえ、これなんて書いてあります？どれ？口これは。どれ？どこ？何にも書いてないけど。口よ、口見て。だからどこ？何にも書いてないけど何言ってるのシラちゃん。ねえ、だって、日本人は空気に書いてある文字を読めるんでしょ？何のこと？シラちゃんは学で、ね、外国人だから、空気が読めないだって言われた。そうね。なるほどね。それは空気を読むと言っても実際に空気に何かが書いてあってそれを読むことができるという意味ではなく、その場の雰囲気や人々の表情、話さなくても文字にしなくても相手が何を欲しているのか、こういう時はどういう言動を取った方がいいのかを考える日本人特有の気質のことを言っています。そっか。だから空気に文字が書いてない。そうなんだよ。そんなこと言ってたら空気に何か書いてあったらもう気になってしょうがないでしょ。でもね、あなたのお尻に、おじいちゃんが見える。それ空気じゃなくて心霊みたいなのがいるでしょ。そんなのがいたら怖いでしょ。もういいよ。どうもありがとうございました。さて、外国人留学生の皆さん、この動画はいかがでしたでしょうか？日本と違う環境で育ってきた皆さんが日本の特有のユニークなマナー、習慣、それがわからない、難しいというのは仕方がないことです。日本人学生でも知らない、わからないマナー、習慣はあります。だから安心してください。大切なことは諦めないで知ろうとすることです。理解しようとすることです。そうして実際に行動することです。そうすれば周りの人々はあなたを理解してきっと助けてくれるはずです。最後に、世界中のたくさんの国の中から日本で働きたいと思ってくださってありがとうございます。皆さんのような外国人留学生、外国人の人材が活躍できる場所は日本にはたくさんあります。そしてこれからその場所はどんどん増えていくでしょう。外国人留学生の皆さんが自分のあなたたちそれぞれの強みを生かして働く場所はきっと見つかります。私たちは皆さんと一緒に日本で仕事ができる日をとても楽しみにしています。